こんにちは。日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日も食べ物の写真から始めます。はい、この写真見たことありますか？この写真というかこの食べ物見たことがありますか？ね、有名ですね。そうですね。食べたことがありますか？好きですかこれ？ね、はい、そうです。名前はそばですね。そうです、そうです。そば。はい、おそばとも言います。おがつくととても綺麗な日本語、丁寧な日本語になります。おそば。そば。はい、大丈夫です。言えます。はい。そばと似ているのがうどんですよね。うどん。うどんはもっと、太いですね。この麺、ヌードルが太い。はい、うどん。うどんもおうどんということができますよ。丁寧な言い方です。綺麗な日本語。そうそう。で、今日はこのそばから始めます。はい。これはですね、私が、食べたそばです。レストランで食べました。はい。日本のレストランで、食べました。東京タワー知ってますね、皆さんね。東京タワーの近くの、昔からあるお蕎麦屋さんで食べました。そうです。でね、そこに、私一人で行ったんじゃなくて、外国から来た友達がいたんですね。そう、2人外国から来てくれて、はい、私が東京を案内して、はい、その時一緒に入ったお店です。もちろん美味しかったです。はい。そうそう。天ぷらそばですね。これね、私ね、注文しました。これ天ぷらそば。でね、その友達は、スペインの人、スペイン人なんですね。うん。えっ、と、兄弟で、女の子2人兄弟です。はい。女の子といっても私よりちょっと年上くらいの2人なんですけど、で、お姉さんと妹で、2人で日本に遊びに来て、はい、私が東京を案内してました。はい、とってもね楽しかったです。はい、ただ面白いのはあの外国の人と一緒にいるといつもあまり経験しないこと、私が日本人だから日本人だけの友達、日本人と日本人で一緒にいる時の経験と外国人と一緒だとちょっと他の人からの見られ方、どうやって日本人が私たちを見るかとかそういうのですね、ちょっと変わるんですよ、やっぱり。でね、やっぱね、ちょっとそれで面白い経験がいくつもできたんですね、友達のおかげで。そうなのでね、その話を今日したいなと思って、今日まずそばから始めました。はい。このね、蕎麦屋さんでももうそうでした。あの私はこう座ってって前に2人、この兄弟2人が座ってるんですね、女の人2人がね。で、この妹さんがこの時お蕎麦屋さんのお金を全部知らない間に払ってくれてたんですね。トイレに行くって言ってその間になんか払っちゃったみたいで、と思って、あらいいのにと思ってこうパッとレジの方を見たら、そのスペインのその妹さんが一人でレジにいるんですけど、そこのとこに近くに座っていた日本人のおじさんが50歳60歳ぐらいですね、多分ね。その人がなんか話しかけてるんですね、その妹さんに。大丈夫と思って私、その妹さんは日本語わからないです、全然。はい、だから私たち3人は、私とそのお姉さんと妹3人は英語で話してたんですね、いつもね。でだけどそのおじさんはもうその女の人を見つけて、なんか「どこから来たの？どこの国？」って言ってるんですよ。
でその友達にね、その妹さんはすごいびっくりしててみたいな、もうなんて言ってるか分かんないし、ね、でどうしようみたいな、もうおじさん全部日本語で聞いてるから分かるわけがない。そうね、だからもう私がこうパワーって言ってスペインですって言って、もうちょっとこれ以上話しかけないでほしいって思って、私も助けなきゃと思って、はい、逃げるようにして店を出ました。はい、えなんかね、だからね、それはちょっと面白いおじさんだったんですけど、他にもですね、ちょっと私が結構びっくりした日本人の人がいて、はい、その人のことをまず中心に紹介したいなと思ってます。はい、ですので今日のね大きなテーマは、日本人は外国人に親切なのか親切じゃないのかってこうよく言われる話あるんですけど、どうなんだろうっていうのが今日のテーマです。はい、じゃあ、私が経験したことをお話しさせてくださいね。ぜひ聞いてください。はい、あと皆さんどうですか？皆さん日本の人じゃなかった場合、うん、そうですね、日本に来て日本人に親切にしてもらってますか？そう、いろんな日本人いますよね、もちろんね。そうそう、その時親切な時と親切じゃない時ともちろんいろいろあるんですけど、どんな経験がありますか皆さん？みんなそれぞれ違うと思います。ぜひね、メッセージで聞かせてほしいなと思ってます。はい、すごく私が興味があるテーマです。はい、じゃあ、その詳しくお話しする前にちょっと、インフォメーションお知らせです。はい、JLPT の勉強ね、してる人とても多いと思います。試験が近いですね。勉強頑張ってください。特に JLPT の読解、読む問題、リーディング、これは難しいですね。はい、私もそう思います。ですので、ぜひ私のビデオレッスンを使って勉強してほしいと思います。はい、まずここに3つあるのが私の YouTube チャンネルの中で見られます。はい、合格の方法、どうすれば合格しやすくなるか、とか、リーディング、読解ではどういうことを気をつければ合格しやすくなるかとか説明してます。はい、あとはじゃあ一緒にちょっと読んでみましょう、私と一緒に問題を読んでみようという YouTube もあります。はい、これ全部無料で見られますので、ぜひ私のチャンネルの中で探してみてください。そして、もっと深くしっかり勉強したい方はぜひ私の YouTube、ビデオレッスンですね。ビデオレッスンを使ってください。はい、これはお金を払っていただきます。だけどやっぱりお金をね払うだけの意味があるものです。はい、これを見て毎年たくさんの方が JLPT に合格しています。はい、ぜひ一人でどうしようわかんないって言ってないで、もう本当にやり方を知ってそれから練習を始めるともっともっと簡単にできるようになります。はい、ですのでぜひ使ってください。N2 の読解中文とか長文とか、N1 の中文長文とかいろいろありますので、私の、ビデオレッスンの、リンクの中から見てください。このリンクは、後で紹介しますね。であとは、プライベートレッスンで私と Zoom を使って話しながら勉強することもできます。はい、こちらもZoom で勉強している方もたくさんいます。はい、読解を勉強している人もいるし、会話の練習をしている人もいるし、もうこれはいろいろです。皆さんが勉強したいこと何でも、はい、私と一緒に勉強しましょう。レベルも N5 から N1 までどんなレベルの人でも私が教えますので安心してください。心配しないでください。そしてあとは、これも Zoom レッスンです。こちらは
会話の練習です。これはグループレッスンです。グループ。私一人と学生さんたち。はい。これは土曜日にやっています。あとはビジネス日本語。これもズームレッスンです。これも毎週、日曜日、毎週ではないんですけど、日曜日に授業をしています。はい。これもグループレッスンです。私一人と皆さん学生さんです。はい。詳しくは、情報についてはオンラインレッスンというふうに、私のオンラインレッスンの中見てください。リンクが下に書いてあります。皆さんのコメントのところにも書いてあるし、ディスクリプション、今日のビデオの説明のところにも書いてあります。そちらを見てください。あとは Twitter もやっています。ここからもいろいろな情報を皆さんにお知らせ、連絡していますよ。ぜひフォローしてください。では、お話戻りましょう。さっきのね、お蕎麦の、お蕎麦屋さんにいた変な日本人って言ったら失礼ですね。急に声をかける日本人ね。そうでも多いと思います、ああいう日本人。はい。日本人というのは興味があるんだけど、例えば外国の人に興味があるんだけど、英語で話さなければいけないとなぜか思っていて、私はできない、恥ずかしい、できないと思いながら、だから話せない、だからあまりこう顔を見てはいけない、目があったら話さなければいけないからというイメージであまり見ないようにする人も多いんですね。特に年が上の人、年齢が上の人は結構そういう人が多いイメージあります、私。なんだけど、でもすごく興味がある。外国の人にすごく興味がある。なんで日本に今いるの？何してるの？どこの国から来たの？そうそういっぱい質問がある。だからもう話したい、コミュニケーションを取りたいと思っている日本人の人が実は多いです。特におじさんとおばさん、はい、多いです。はい。なんかね、そういう人またいたんです。他のとこでも。そうなんです。それが私たち何日も一緒にいたんですけど、ある日、今のこの写真の公園、これ公園なんですね。これね、でも写真これ1枚しか今ないんですけど、すごく大きな池があって、すごく大きな庭がある、日本の庭、ジャパニーズガーデンですね、がある、ところがあります。名前は浜離宮と言います。浜離宮恩賜庭園だったと思います。浜離宮で皆さん調べられます。浜離宮、変な名前ですよね。ちょっとね、覚えにくいですね。浜離宮です。はい、そうそう。とても有名なので、調べればすぐにインターネットに出てきます。でね、私たち3人、私とそのスペイン人の2人、3人で、地下鉄に乗って、この公園ですね、浜離宮公園でいいです、名前公園でいいです、ここね、写真のところここですね、公園に向かってたんです。地下鉄乗ってたんですよ、3人ね。ででもうね、それね午後だったんですね。でどうしようと、浜離宮ここの公園大きいから、確か2時ぐらいだった、もうで4時ぐらいに閉まってしまうから、公園が4時半だったかな。だから、結構もう夕方4時半ぐらいになっちゃうなと思ったんです。もうここ着いたらね、公園着いたら4時半ぐらいずっと見てると思うから、公園の中を。その後どうしようと思って、その後まだ東京で見たいところあると思ったので、私がね2人にね電車の中で質問してたんですよ。どうする、ここの公園行ってその後どこ行きたいって言って聞いてたんですね、私がね。
で私たち3人はその電車の椅子に座ってました。20人ぐらい座れる長い椅子ありますよね、日本ね。そこの中に空いてたので、結構3人座ってて、でも周りにはいます日本人で、だけどそんなに混んでないし、3人で横に並んで3人座って、話をしていても多分そんなに迷惑にならないと思ったので、私たちね3人で英語で話してたんですね。でどうするって言って、私がどうするってね、公園行ってその後この、公園のまた電車乗ったら東京駅ある、東京タワーがあるからそこに見に行く、どうしたいって言って、いやそれとも東京タワーじゃなくて別の場所、上野行きたいとも言ってたんですね。上野行くこれからって言って、その後上野行きたいどうしたいって言って、いやどうしようとか言って話してて、で私がこういうものがあるよとか言ってスマートフォンで写真見せたりとかして話してたんですね。でもうその電車はこの公園に向かってるんです。公園に行くための駅に向かってる、その中の電車ですね。でどうするって普通の声の大きさで話してたつもりなんです、私は。3人が聞こえるぐらい、その2人が聞こえるぐらいでね、どうするって。でどうしよっかっつってっつって、その2人がまだどうかなとか言って、なんかちょっと、お腹もすくかもとか言ってじゃあレストランかなとか言ってたら、急に私たちの3人座っている椅子の向かい側、反対側に椅子がありますね。同じようにね、日本はね。そこの私たちの前ですね、私の前ですね、私の向かい側に座ってたおばさん、50、いや60から70ぐらいのおばさんが急に東京タワーだったら今ここの駅で降りた方がいいですよって声かけてきたんですね。結構大きい声でと思って、日本語でね、それもね、東京タワーだったらここの駅ですとか言って、と思って、私びっくりしちゃって、だって今こっちで英語で話してたでしょ。で別に東京タワー行こうとは言ってないんですよ、私たち。ちゃんと公園行った後どこ行こうかって話してるんです、英語で。でなんか東京タワー今行くなんて言ってないし、でもなんか聞こえたんだ声がと思って、東京タワーって確かに言ったと思って、私が。だから聞こえて、どうやって行けばいいか困ってるんだ、この3人はきっと困ってるって、多分おばさんは間違えてそう思って、ここで降りた方がいいですって急に言ってきたでもおばさん座ってるんです座ったままなんですけどここですとか言ってだから私すっごいびっくりしたんですけど、そんなこと言われたことないから今まで日本人に。だからいや違うんです、私たちこれから浜離宮に行こうと思ってるんです。浜離宮はこの公園ですね、行こうと思ってるんです。その後どこに行こうか今話してたんですと言って、そうだったんですね、ごめんなさい、いやだ分かんなかった、ごめんなさいって言って、そのおばさんはその駅で降りていきましたびっくりした本当になんでしょうね、なんでしょう、だからちょっとあれかな、多分英語はよく分かんないんでしょうね、その人はね。だけどなんか助けてあげようと、親切にしてあげようと多分思ってくれて、急に話に入ってきた私たちの話に入ってきましたもうね、もうそれ10月なんですね、それがあったのね。
もうね結構もう前ですけど、まあ今でもよく覚えてます。はいびっくりしました。そうだからもうね、親切だと思います。これはきっと親切だと思うね。そうね。そうね。まあでもまあごめんなさい。でもまあそうね。でも英語もわかるともっといいかもしれないけど、でもまあ親切だと思う。だから本当びっくりしました。私は。日本人でそんな話してても、日本人でそれ話してても、ここで降りた方がいいですとか言わない。うん。例えば東京タワーってここの駅かなとか言ってとか言ってても多分そんなに教えてくれないと思うんですよ。そんなに親切じゃない。日本人に、日本人は日本人にそんなに親切じゃないと思います。あの急に話しかけてくるのは、まあ、珍しいですね。びっくりした本当に。だから、まあ、その後ね私たちちゃんと行けましたよ。公園行った後やっぱり行きました。東京タワー行ったんです。これ私撮りました写真。もうね夕方になってきて東京タワーがライトアップされて綺麗でしたね。でこれ行って、でこれでまあよかったよかった案内終わったと思ったんですけど、またちょっとですね面白い日本人に会いました私。面白いっていうかありがとうっていう日本人に会ったんですけど、あの東京タワー行って、その後ここの東京タワーの近くに有名なお寺があるんですね。増上寺というすごく有名なお寺があります。でそこにもね私連れて行きたかったんです。案内したかったからよし連れてこうって思ってたんですけど、東京タワーにもう着く前からもうこの写真撮ってる時から私のスマートフォンのバッテリーがもうほとんどなかったんですね。そうなんですよ。でねまあほとんど使えないじゃないですか。で写真撮りたいし、でももうほとんど写真も撮れなくて我慢してたんですけど私は、その友達に代わりにいっぱい自分の私のじゃなくて友達のスマートフォンとかで撮ってもらって、そうそう後で送って写真って言ってたんですけど、そのお寺をね案内したいんだけど、すごい近いんだけど私どっちの方に行けばいいかちょっと分かんなかったんですね。で近いから道間違えたらもうすぐ分かんなくなっちゃうから、これはやばいと。ちょっと Google マップ使えないし無理です無理です。 Google マップすごくバッテリー使います。無理です。はい、これはやばいと思って、と思ってすっごい周りをねすごいキョロ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 してたんですね。どっちかなどっちかなと思って、どこかに書いてないかな、増上寺はこちらですってなんか指マーク書いてないかなと思ってキョロキョロ見てたんですけど全然書いてなくて、どうしようこれ。でもせっかくここまで来て案内したいな、神社お寺はとても大きいからな見せたいなと思って、でこれはダメだと誰かに聞こう思っていっぱい人います。そう、東京タワー皆さん行ったことあります？東京タワーもう本当もう外国の人ばっかりです。はい、観光客ばっかり。はい、日本人ほとんどいないと言ってもいいぐらい。はい、だけどほとんどいない、ほとんど外国人ね、なんだけどその中でも日本人がいるんですね。ある日本人が多いんですね。それは中学生。そうなんか学校のイベントで来てる中学生たち、はい、もうどこの高校生か分かんないですけどね、多分東京の学生じゃないんだと思います多分。どこか遠いとこの学生だと思うんです。東京から離れた。そうそうで、いたんですよそういう中学生が。もうユニフォームが制服が
中学校の制服着てるからすぐ分かるんですね、私もね。でその中学生たち10人ぐらいが東京タワーの降りた下のとこに座ってて、花があるとこね、花があるとこにこう座ってて、スマートフォンってなんかゲームやったりなんか地図見たりしてるんですよ、スマートフォンで。だからもうこれはもうこの人たちに助けてもらうのが一番いいと思って、もう私はちょっとそって近くに近づいて「すいません」って中学生に声をかける一人の日本人のおばさんっていうね「すいません」って私のスマートフォンバッテリーなくなっちゃって全然使えないんですよって、この近くに増上寺っていうお寺があるんですけど、どっちに行けばいいか分かんなくてちょっと教えていただけませんかって言って、中学生に男の子です、男の子たちです、みんな男子で、そしたらもうすごいみんな「はい」とか言って立ち上がってくれて、さっきまで座ってたの立ち上がってスマートフォンをね、自分のそのスマートフォンをこうなんかもうGoogle マップに変えてくれて、Google マップではい」とか言って「わかります僕」とか言って「僕たちさっきその神社にいました」とか言って神社お寺にいました」とか本当にとか言って本当ですか、ありがとうございます、ちょっと教えてくださいとか言って、あっちの道を行ってって言いながらも、でもちゃんともう一回調べて地図で地図も見せてくれるし、で道まで一緒に行ってくれて、ここの道をまっすぐ行ったら信号がありますよねとか、はいとかすぐ近くの信号ですとか、あれを信号渡ったら右に曲がってください、そしたらすぐそこに神社ですって書いてあります、わかりましたとか言って、そこ行ってそうなんですね、すごい実は近いですよね、そうですよねって言って、大丈夫ですとか言って、そうです、すぐ行けますよ、大丈夫です、すごい優しい優しい中学生嬉しいもう本当にありがとうございましたって思いました。もうね、もう本当に丁寧にありがとうございましたと感謝をして、私はその後スペインの友達2人を連れて、そこの神社、お寺に行くことができました。ですので、私今までですね Google マップが使えなくて、日本人に道を聞くっていうのは、やったことがなかったです。その日確かに私も東京ね案内する時もねこう間違えちゃいけないと思ってGoogle マップ使ってたんですね。友達に案内する時昼ね、だからバッテリー使えるじゃないですか。 Google マップってバッテリーよく使いますよね。だからいつもは Google マップ使うけど、人に聞くっていうのは、最近やったの久しぶりですね。いい経験でした。それでも日本人は優しかった。というか中学生優しかった嬉しい、ああいうのは。自分で言ってください。わかんないです、僕たち知りませんみたいなじゃない、全然大丈夫ですかとか立ち上がってくれる、うわーっつって助けますっていう優しいです、中学生。ですので私ね思いました。皆さんもね日本に来て、日本で生活してる人もですけど、結構ね学生の方が若い人の方がなんだろう、外国人に慣れてる人多いような気もするし、学生だから日本人ってねよく外国人見るともう英語で話さなければいけないと思ってるんですよ。英語をあなたが話してなくてもね、あなたがどこの国の人でも英語じゃなきゃいけないと思ってて、だから学生だったら勉強してますから、今学校で。だからなんだろう、よしここで英語の練習になるみたいな、すごいポジティブに話してくれる、話そうとする前向き
な学生が多いような気がしました、日本ね。そうそう。だし、私はまあ日本人として日本人の学生さんに声をかけたけど、でもすごくね親切なんじゃないかな、きっと親切な学生が多いような気がします。うん。ですので、ちょっと皆さん困ったらね、多分学生に聞くっていうのは結構いいと思いますので、まあ、若い人に聞いてみるっていうのをちょっとおすすめしたいと思います。はい。まあこれ本当にいいか分かんないから、みんなの経験、そう今までの皆さんの経験ぜひぜひ聞きたいです。はい。なんかこんな変な日本人に会いましたとかそれもいいよね。聞きたいですね。教えてください。外国行くとね、やっぱりその国の人と話したりコミュニケーションを取るのが、まあ、楽しいじゃないですか。その言葉ができるできない関係なく。そうだから皆さんきっといろんな経験してると思うので、ぜひね教えてほしいなと思います。はい。まあですので今回は私はそのスペインのお友達が2人一緒にいてくれたから、まあ、一緒にいろんなとこ行ったんですけど、なんかねやっぱ新しい経験でした、いろいろ。で一緒にいる時ずっと英語で話してるから、私たちやっぱね、言葉わからない人だったらもう外国の人だみたいな、100% 外国人だみたいに見られてるから、ちょっとねなんか面白かったですよ。うん。そうそう、そんなんでした。はい。まあ、ぜひ皆さん経験を教えてください。皆さんだけの経験ですね、それはね。何でもね。そうそう、人の経験ってやっぱ面白いです、聞くとね。はい。ぜひぜひお待ちしてます。コメントお待ちしてます。はい。はい。では、勉強について、困ってる人ね、もっと深く勉強したい、もっと私と勉強したいって人、ぜひぜひ、私のオンラインレッスン来てくださいね。リンクは今日のコメントのところにも書いてあります。コメントのところリンクありますので、そこからクリックして、クラスについて見てみてください。はい、お待ちしてます。あとは Twitter もやってます。